ながらね。福岡の大葉鍛冶工場っていうところで5年間修行させていただいて、五島にちなんで椿包丁という名前で作らせていただいております。極軟鉄っていう包丁鉄ですね。炭素量が低い軟鉄で、これを真っ赤に焼いてこういうふうに切り込みを入れていきます。その中に形を整えた鋼っていうのを中に入れます。軟鉄と鋼っていうのはこのままでは焼いて叩いてもくっつかないので、鉄の接合剤の鉄ろうっていうですね、まぶして、1000度近く温度を高めて一気に焼いて叩いてくっつけるのが炭接と言われる工程ですね。これをやってる鍛冶屋というのは今すごくもう少なくなってきていて、温度が低すぎてもうまくくっつかないでですね、後で傷になったりしますし、温度が高すぎると今度は鋼を傷めてしまうので、その温度の見極めっていうのは非常に難しいところです。これは底吹きといって下から風を送ってます。こちらには横から風を送る横吹きと底吹きってあるんですけど、私は均一にこの温度を上げたいということがあるので、今底吹きでやってます。
これだけ焼いて叩いてっていうのを繰り返すと鉄と鋼の中に非常にストレスが溜まっている状態になるので、それを除去してあげるっていう工程になりますね。
半分ぐらいですかね。今度は刻印を入れていきますね。ここに入れる意味はですね、鋼がここまで入ってますよっていうことにもなってるんですよね。で、真ん中にこう鋼が入ってるので、ここまで研いで使っていただけますよっていうことになりますね。この状態である程度まっすぐ直しておかないと、この後焼き入れを行った後は硬くなるんですよね。あんまり叩くと中の鋼が割れてしまったりすることがあるんです。ここである程度きれいに直しておくっていうのがやっぱ大事です。焼きますし、焼き入れ温度をこう超えてしまうといけないので、余熱をかましてゆっくり温度を上げていくっていうのがやっぱ大切。
はこれで終わりですね。これで一応まだ仕上げありますけどね、用途によっても違うんですけど、あんまり薄くするとよく切れるんですけど、刃こぼれのリスクっていうのも増えてしまうので、ある程度のところでちょっと止めて、あとは使う人に調整していただくっていうような形にしてますね。私は39です。高校卒業してから21年、本割り込みといって極力低い温度で単節を行って段階を経て熱処理を行うことで長く切れるという刃物を作るというのが一番のこだわりですね。